繊細なところに入ってきた。すごい繊細だな。ここ適当に進めるとえらいことになりそうやね。だから退店する危険があるというの分かったでしょ。ああ、なるほどね。ここのところでほとんどの人が置いてかれちゃうんじゃないのかなと思うんですよ。こう生命が共鳴しちゃうじゃない。展開の人と会ったら自分の展開が刺激されたりとか。そうなんかそのあたりのことの最上級的なことを言ってんのかなっていう。おっしゃる通り。これはちゃんとガイドがいりますわ。では今回小本前提の話が終わりまして、はい、いよいよ内容に入っていくと、ことになります。早速いきましょう。はい、行きましょう。受領本の内容ですね。市場昇格を180度転換。池田、さあそこで受領本です。受領本の保釈憲法にこそ人間釈尊に帰れという法華経のメッセージが込められているのです。ここではこのことを少し考えてみよう。須田、保釈憲法がなぜ人間釈尊に帰れなのでしょうか。釈尊が自分は久遠以来の仏であったと明かすわけですから、むしろ反対に凡夫を離れた超越的な仏のような感じすらしますが。遠藤、事実古来法華経の久遠の仏を超越神のように取ってきた傾向もありますね。しかし法華経の神髄がそんなものであるはずがありません。池田、まず保釈憲法の基本的な意味を確認してみよう。教学を真剣に勉強されている方々にも良い復習になると思う。遠藤、はい、受領本では次のように説かれています。一切世間の天、人および阿修羅は皆、今の釈迦牟尼仏は釈迦族の宮城を出てガヤの市街から遠くないところを道場として座して、あのくたら山脈三菩提、すなわち無常の悟りを得て仏となられたと思っている。しかし実は私が成仏してから今に至るまで、無量無辺百千万の句那由他光という超音の時が経っているのだと。須田、釈尊は19歳で出家して、30歳の時、ガヤ城近くの菩提樹の下で成仏したとされています。年齢については諸説がありますが、今世において釈尊が初めて昇格、仏の悟りを成じたという点については共通しています。これを至上昇格、初めて昇格を成ずと言います。法華経以前の二禅経及び法華経釈門で説かれる釈尊はいずれも至上昇格の仏という立場です。遠藤、それが受領本では180度変わります。今世で仏になったのではなく、500人天号という久遠の昔から仏であったと。久遠のはるか昔に成仏した釈尊は久遠実情の釈尊として至上昇格の釈尊と区別されます。久遠実情の釈尊は久遠の本寺を表したという意味で久遠の本仏とされます。本とは本地、本源、本体といった意味があります。これに対して至上昇格の釈尊はその久遠の本仏が衆生を救うために衆生に応じて出現した衰弱の仏です。釈とは本体に対する影、映像であり仮の姿という意味です。斉藤、いわゆる釈仏ですね。本仏と釈仏の関係は天の月と池の月に例えられています。実体の月と池の水に映った月のような違いがあると。須田、法華経の前半14本を釈門、後半14本を本門と立て分けるのもこの釈仏と本仏の違いに基づくものですね。池田、日蓮大聖人は本門と釈門の違いについて水火天地の異目であるとされている。水と火、天と地ほども違うと。二禅教と法華経釈門との違いよりもはるかに大きな違いがあることを強調されています。それはこの発釈憲本があるからです。市場昇格とかの話は結構しましたのでなんとなくわかりますよね。はい。続けていっちゃいますか。はい、行きましょう。釈尊の遺言、法をよりどころとせよ。斉藤、この久遠実情、発釈憲本がなぜ人間釈尊に帰れというメッセージになるのかですが。池田、順を追って考えてみよう。まず釈尊の教えは自分が悟った永遠の法、ダルマを万人に悟らせることに目的があったのだね。釈尊の死後もその法を死とせよと教えた。須田、
はい、師である釈尊に上髄給仕していたアーナンダは、仏が亡くなられた後、私たちは何を頼りにして修行していけばいいのか、何かまだ語られてない教えがあるのではないかと考えていたようです。しかし釈尊はそのようなものはないと否定し、こう語っています。ああなんだよ、自らを島とし、自らを頼りとして他人を頼りとせず、法を島とし、法を拠り所として他のものを拠り所とせずにあれと。遠藤、いわゆる直絵、法起絵とか自灯明、法灯明と言われる言葉ですね。池田、そう、ここで大事なのは法と仏の関係です。法には教えという意味も含めて様々な意味があるが、結論を言うと釈尊が法と呼んでいるものは実は永遠の仏の生命と別のものではない。永遠の仏の発心、法を体とする仏心のことと考えられる。少し飛躍した言い方になるが、釈尊が永遠の法を悟ったというのはイコール永遠の仏を自身の内に見たということと考えられる。法華経から見るならば、法を拠り所とせよという教えは根本的には永遠の仏を師とせよとの遺言であったのです。何より釈尊自身がその永遠の仏を師として悟りを開いたのです。遠藤、ここで自らを頼りとせよというのももちろん単なる自分ではありませんね。自分が頼りにならないことは自分が一番よく知っています。池田、心の師となれということです。私どもで言えば信心に生き抜けということです。その自分は拠り所になる。斉藤、確かに法と人との関係には様々な局面がありますが、大聖人は一生成仏性で、古神の他に法ありと思わば全く妙法にあらずと仰せです。法といっても自分の心を離れてはありえないわけです。ここちょっと難しく感じましたか？そうですね。法と人。ここの話もおいおい詳しくやっていくんですけど、今ざっくり言うと、はい。釈尊が師匠にしたのは自分の中の永遠の生命を師匠としてた。皆の心にある仏界のことでございますね。なるほど。それを師匠とせよ、拠り所とせよという話なんで、これはちょっと難しいかもしれないですけど、結局、池田先生が教えてくれてるのも仏界の話なんで、我々の中にある仏界の話を気づかせようと指導してくれてたわけであって、なんでそれをよりどころにしなさいよっていう話で、なるほど。言語化難しい、ここ。そう、ここ難しいね。でも今後言語化されてくると思うんで、どんどん、一旦今こんな感じの感じでいいかな、納得できなくてもいいんですよ今は。ただこの法と体か、全く別物じゃないよっていうことはしっかり押さえとかんといかんですよね。法と釈尊釈尊が全く別物じゃないとか、そういう話ですね。そう。また絶妙な、でもしっかり理解しないといけない捉え方なんですけど、肉体のある釈尊を師匠とするっていうことと、肉体じゃない釈尊というか、なんていうか、教えみたいな、法ね、法という見方と肉体の釈尊っていうのは同じように見るっていうね、これがうまくいかないとどんどん仏法から離れていっちゃうんで、これが難しいんですけどね。なるほどね、別物じゃないと。それは言語が難しいわけだ。ここが本当に重要なところで、これを伝えたいんですけど、言語化が難しいから、安易に挑戦しようとすると、何言ってんだこいつってなるっていうか、頭おかしいんじゃねえこいつって なっちゃうような世界になってくるんですよ。でも真実なんですよ。なるほどね。この辺りが結構分かれ目かもしれないですね。そう。だって他の宗教でもそうじゃないですか。同じ経典だとか、その戒律みたいなのは言語化されてますけど、それの解釈によってだいぶ派閥がいろんなのあるじゃないですか。もしかしてその辺の岐路に立たされてるのかなっていうのは直感的に今思ったところですけど。そうっすね。
繊細なところに入ってきた。すごい繊細だな。ここ適当に進めるとえらいことになりそうやね。だから退店する危険があるというの分かったでしょ。ああ、なるほどね。頭おかしいついていけんわってなる境目ですから。これはちゃんとガイドがいりますわ。と土台が必要。言語化に挑戦していきましょう。はい。続いてさらに入っていきますよこれ。釈尊の死は南無法蓮華経如来。池田、法と人、仏は本来不可分なのです。如来というのも如、真如、真実の世界からやってきたものということです。すなわち如来とは真実の法が現実の上に現れたのです。宇宙生命に人の側面と法の側面があり、それが一体なのです。少し難しいかもしれないが大事なところなのでもう少し言っておこう。釈尊の説法に法を見る者は我を見る、我を見る者は法を見るという言葉がある。法を体得すれば釈尊に会うことができ、釈尊に会えば法を悟れるという意味です。我を見るの我とは根本的には永遠の法と一体となった永遠の仏です。受領本では永遠なる常住し説法、常にここに住して法を説くの仏心を説く。文上の法華経では500人天号以来の久遠実上の釈尊のことだが、その思考をしているのは無始無終の久遠願女の仏です。釈尊が悟った永遠の法即永遠の仏はあらゆる仏が悟った永遠の大生命であった。過去現在未来のあらゆる仏はことごとく釈尊と同じく久遠願女の仏を師として悟ったのです。それが久遠願女の自受有心であり、南無法蓮華経如来です。戸田先生は言われた。日蓮大聖人の生命というもの、我々の生命というものは無始無終ということなのです。これを久遠願女と言います。始めもなければ終わりもないのです。大宇宙それ自体が大生命体なのですと。無始無終で慈悲の活動を続けるその大生命体を師として人間釈尊は人間のまま仏となったのです。そして悟った途端、三世十方の諸仏は皆この忍法一家の永遠の仏を師として仏になったのだと分かったのです。さあ、ここのところでほとんどの人が置いてかれちゃうんじゃないのかなと思うんですよ。どういう理解で受け止めました？そうですね。どういう理解か。広大広大だわ。ざっくりね。なるほど。始まりもなければ終わりもないね。確かに永遠と続きますからね。たまたま今このタイミングでこの世に現れてるだけであって、自分自身長い歴史の一つの点であることは間違いないでしょうなって頭では理解しているもののっていうね。体感するのが信心ですねこれ。うんこの法を見る者は我を見る、我を見る者は法を見るっていう感覚を今指導されていたところですね。我々世代で言うとですよ、ご本尊を見る者は池田先生を見るのと同じと、池田先生を見るのはご本尊を見るのと同じみたいな感じというかねそういう解釈もできますね。ご本尊を見る者は仏界を見る、仏界を見る者はご本尊を見るとも言えるし、例えが難しいなこれな。ちょっと今の言葉だけを最初に聞くとやべえこいつ池田教だみたいな感じに思われちゃうからこういうことは言えないんですよ、安易には。安易には言っちゃダメだろうね、多分。でも虎先生の時代だったら同じことですよ。虎先生と会ったらなんか仏界っていうものを自分の中の仏界を見れた人たちはいるし、で自分の中の仏界見ると虎先生を見れるのと同じっていうか、その時代に縁した人はね、虎先生の時代に縁した人、我々は池田先生の時代に縁した、ギリギリ縁したって感じだけど、今後はじゃあどうしていくのかっていうね。なるほどね。それを引き継いでいかないといけないということになるんだけど、一人一人の学会員がね。
大変だと思うかもしれんが、うんそれは可能だっていうことをね池田先生が証明したんで、うん弟子としてはやるしかないんだけど、まあ話がどんどん深くなってくるというか、大変なことになってきてますよそうですね。でもなんだろう、でも確かに今の話を聞いてて思うのが、その人と会うとやっぱ感じるものあるじゃないですか。オーラを感じて言語化するみたいな、そのやり取りのことを言ってんのかなっていう気もするんですよね。やっぱ元気な人と会ったりすると元気になれたりもするし、自分が元気だと相手も元気になるしとか、なんかこう相乗効果というかなんというか、こう生命が共鳴しちゃうじゃない、喧嘩の人と会ったら自分の展開が刺激されたりとか、そうそうそう、なんかそのあたりのことの最上そうそうそう的なことを言ってんのかなっていう。おっしゃる通り。ぶっかいを前面にまんまにある人と会ったら、自分の中のぶっかいが刺激されるっていうか、そういう話になるっていうね。なんかそんな感じかなと思ってる今で、感覚で感じるから池田先生を師匠とする人がたくさんいたっていう感じだし、まあ、そう考えたらそりゃそうだよねと思うね。で逆もまたしっかりってことだね。それでなんとなく分かったら、自分のぶっかいとこう題目しながら向き合ってたら、先生と会ってるかのような感じになるという。なるほど、感覚的にはよく分かってきた。分かってきた、分かってきた。大変なんですよこの辺本当に。土台ないと無理ですね。続けていきましょう。はい。須田法華経方便本にも、草書物、過去物、未来物、現在物、釈迦物の五物が説いたのは等しく一物上であったとする五物同道の思想が見られますね。池田ですから真剣に法を求め法を行ずることによって常住死説法の仏に必ず会えるのだと教えているのです。斉藤、私の残した法を真剣に求めなさい。その時久遠の仏に会えるであろうと。これは持療法に説かれる両意病死の例えのモチーフそのものですね。須田、なるほど、初めて気づきました。両意病死の例えのあらすじはこうです。両意である父仏が誤って毒薬を飲んで正気を失った子供たち衆生を救うために姿を隠し、音楽で自分が死んだと伝えさせる。子供たちは父が亡くなった悲しみの中で正気を取り戻し、父が残していった良薬法を服して病気が治る。そこへ父仏が帰ってきて健康になった子供たちと再会すると。遠藤、仏は常住不滅であるが、衆生に法を求めさせるための方便として入滅する。衆生が法を信じするとき、仏は再び衆生の前に現れるであろう。これがこの例えの意味ですね。池田、その通りです。永遠の妙法を行ずることによって誰もが常住死説法の永遠の仏を孤身に見ることができる。これが釈尊の遺訓の本義と言えるのではないだろうか。その心を忠実に表現したのが受療本の両意病死の例えと言ってよい。すでに語っていただいたように、受療本は釈尊滅後、中んつく末法の民衆へのメッセージでした。釈尊がいない滅後には、釈尊自身の死を死としていけ、私と同じ道を行けという遺言がそこに込められているのですね。遠藤、そうすれば釈尊がいなくても何も問題はないと。釈尊在世の人々は釈尊との人格的な交流を通して永遠の法を感じ、悟りの道を歩むことができたわけですが、滅後の市場にとってはそうはいかない。ここに受療本が滅後のためと言われる重大な理由があると思います。はい、ここまでとしましょうということで、まあ今言ってたこととさっき我々が話してたことが今書かれているような感じもしましたよね。そうですね。両意病死の例え久しぶりに出てきましたね。まあ、両意病死の話もまた詳しく話す時が来るんですけど、今焦点にしてるのは目に見えない方っていうものと目に見える人っていうものを同時に見ていくっていう話が焦点で、この最後にあったようにね、釈尊在世の人々は釈尊との人格的な交流を通して永遠の法を感じたって、で釈尊滅後はその永遠の法を行じ続けることによって、また孤身に釈尊を見ることができるっていうような関係性というかね、それは釈尊の時代に生まれた人はその孤身に仏界を感じると釈尊を感じたっていう話で、それはそれぞれの時代によって変わってくるけどっていう話だけど、
この忍と体っていうものを同時に見ていくっていうのはこれは大変ですよ。これが難しいんだ、なるほどね。でも神格化じゃないんだよっていうね、うんこれもまた難しいね。そうね。理解と解釈をしっかりしんといかん重要なポイントでしょうね。に入ってる感じがするでしょ。するね。プンプンするね。なんか入ってきたなって感じがするでしょ。これは難しいわ。一昔前の山本君だったらもうこれね、もうお腹いっぱいですって感じで、まあ多分泡吹いてゲロ吐いてるから多少は軽く感じてると思うんですけどね、前よりかは。まあでもなんだろう、そう感想ですらこううまくこう言語化できない自分がいて、こうもどかしさはあるものの、確かにこう全然なんだろう、ニュアンスとしてはついていけてる自分も感じてはいるんで、素晴らしいことですよ。これが本当に大事なことなんですよね。あ、もうついていけんわっていう感じの感覚も昔はあったと思うんですけど、てか、それを感じてたから、すぐ流したんだけど、今なんかギリギリ踏み込んでも大丈夫かなみたいなところにいるっていうかね、これを感じ取りながら皆さんもね、いろんな人に伝えていってください、こういう話は。これは大変だな、相手の反応を見ながらじゃないと、これは退店しちゃう、これは無理だってなっちゃう領域に入ってきた。俺も大変だったから、これ最初見た時何言ってんだって感じだったから。だろうね、これが分かった時は嬉しかったですよ。それを伝えようとして今やってんだ俺。まあ、対話って大変でしょうね。いやでもだから対話っていうことにすごいこの創価学会っていうのは力を置くっていうか、よく聞くんでしょうね。対話がないと無理だよね、この話。いや無理じゃない。それこそ一人一人に合わせたもう多様性の塊じゃん。いいこと言いました。対話っていうのは多様性を尊重してるからこその行動、ちゃんと空気を作ってね、相手を尊重して話していかんとこれは無理だね。それを挑戦してきた創価学会、素敵じゃないですか。すごいと思う。確かにすごいと思う。爽やかに締めよう今日は。あずかね。はい、おつもと